こんにちは、アルシャネルです。今回は進化心理学から考えるホモ・サピエンス。著者のアラン・ミラーさんはアメリカ人でワシントン大学で博士号を取得。44歳の若さで亡くなっていますが、最後は北海道大学で教授を務めていました。私たちは基本的に1万年前と本質的には変わらないと言っています。早速見ていきましょう。進化心理学は人間の本性を扱う新しいサイエンスであり、人間の感情や行動に対する進化的影響を理解する上で、今のところ行動遺伝学の視点と並んで最も有効であると思われる。例えば、甘いものや脂っこいものを好む心理メカニズムを例にとろう。このメカニズムは祖先の環境では生存のための適応上の問題を解決するのに役立ってきた。甘いものや脂っこいものを好む人たちの方が長生きできたからだ。しかし、私たちが今生きている環境ではどうか。一年中、どの都市のどのスーパーマーケットでも甘くて脂っこいスナックが溢れているだろう。言い換えれば、元々の適応上の問題、つまり常に栄養不足だった状態はもはや存在しないということだ。それなのに、私たちは今でも甘いものや脂っこいものを好む心理メカニズムを持っている。現代の環境と1万年前の祖先の環境はあまりにも違うため、私たちは奇妙な問題に直面している。進化的心理メカニズムに従って行動する人たちは、生存という点でむしろ不利になるのである。甘いものや脂っこいものの食べ過ぎによる肥満は生存にマイナスになる。私たちの脳はスーパーマーケットというもの、もしくは食料がふんだんにある状況をにわかには理解できない。祖先の環境には存在しなかったからだ。私たちの脳は食べ物がなかなか手に入らず、いつ手に入るか予測できない生活を今も続けているつもりでいるのだ。このように脳の基本的な機能はこの1万年余りあまり変わっていない。このことを進化心理学ではサバンナ原則と呼んでいる。およそ1万年前に農耕が始まり、それに続いて文明が誕生してから、人間は自然淘汰が働くような安定した環境に暮らしてこなかった。わずか200年前にはアメリカをはじめ欧米世界はおおむね農耕社会であり、ほとんどの人が農業に従事していた。このような社会では優れた農夫である男性がより高い地位につく。優れた農夫になる資質を持った人たちは高い地位について繁殖の成功率も高くなる。その後100年ほどで欧米諸国はおおむね工業社会となり、ほとんどの男たちは工場で働いて生計を立てるようになった。優れた工場労働者になる資質は優れた農夫になる資質と共通するものもあるだろうし、違うものもあるだろう。しかし、自然や動物に対する感受性や天気を予知する能力などは重要でなくなり、その代わりに時間を守ること、指示に従う能力などが求められる。そして私たちはポスト工業社会に暮らしている。大半の人々がサービス業に従事している。成功するには全く新しい資質が求められている。例えば、マイクロソフトを創業したビル・ゲイツは、現代の社会では大成功した一人だが、農夫や工場労働者としては成功しなかったかもしれない。このような劇的な変化は、すべてここ10世代のうちに起きた。私たちは目まぐるしく変化する不安定な環境に暮らしている。それはこの1万年間の人類の歴史にも言えることである。それ以前の何十万年間、私たちの祖先はアフリカのサバンナで安定した変化のない自然淘汰の働く環境で狩猟生活をしていた。だからこそ今の人間はみんなアフリカでの狩猟生活に適した資質を備えているのだ。男性は Google マップもなしに何日も獲物を追って狩りをして無事に家に戻れるように優れた空間視覚能力を持っている。女性もまた果物がたくさんある場所を覚えていて、毎年実がなる季節に
取りに行けるよう優れた一記憶の能力を持っている。しかし、この1万年間は進化が追いつけないほど環境が急速に変化した。動く標的に進化は手も足も出ない。それゆえ人間は1万年ほど前からはほとんど進化していないのである。もっとも太古の昔から今に至るまで変わらないこともある。他の人間とうまく付き合っていかなければならないのは同じだし、配偶者を確保しなければならないのも同じだ。したがって社交性とか肉体的な魅力といった資質は自然淘汰と性淘汰で選ばれ続けてきた。しかし他の事柄はあまりにも急速に変化してきたので、人はこの絶えず動く標的である環境に適応できず、進化を止めてしまった。男が女よりもはるかに攻撃的で競争的で暴力的なのは、男の適応度格差が大きいためである。男は他の男と競争することで繁殖のゲームではるかに多くの得点を稼げる。それに比べて女は競争をしてもそれほど繁殖の成功度を高められない。男は競争に勝って多数の女と配偶者の関係を結べば100人、ひょっとすると1000人単位の子供を残せる。競争をしなければかなりの確率で子供を全く持てない可能性に直面する。競争に勝った場合の報酬と競争を避けることの代償との差がとても大きい。一方、女性はこの差がとても少ない。仮に女性の間で競争に勝って多くの男と配偶者の関係を結んだとしても、一生の間に持てる子供の数はせいぜい10人程度だろう。同性のライバルを押しのけられない場合、子供は1人か2人になるかもしれないが、ゼロではない。競争で得られる利益は、競争することによるコスト、つまり怪我や死に見合うほどは大きくない。だから女性は全体として男性ほど攻撃的、競争的、暴力的ではないのだ。男の適応度の上限値がはるかに高いということは、女性が子供にはるかに多くの資源を投じる理由でもある。繁殖に成功することが重要であるのは、男も女も変わらない。生きるものすべてにとって重要だ。だが、一人一人の子供の重要性は、男にとってより女にとっての方がはるかに大きい。これは、哺乳類のメスに共通して言える。生涯に作れる子供の数からすれば、女の場合には繁殖の成功に対する一人の子供の貢献度がはるかに大きくなる。適応度の上限値で比べたら、女の場合は一人の子供の貢献度が10分の1、男では1000分の1だ。このように母親の体内で受精卵が育つことが男女の行動の違いの根源にある。女は男よりも子供にはるかに大きな投資をするので、繁殖成功度を高めるために、女がまずなすべき仕事は自分に言い寄ってくる男性のうち、父親タイプと女たらしを見分けることだ。父親タイプとは、彼女と彼女の子供に長期的に投資する意志のある男だ。女たらしは手っ取り早いセックスを求め、いずれ彼女を捨てるようになるからである。女性は一生のうちに作れる子供の数が限られ、一人一人の子供にはるかに多くの投資をしなければならないから、父親タイプと女たらしを見分け損なうと、繁殖戦略上非常に手痛い代償を払うことになる。では、女性はどうやってこの二つのタイプを見分けるのか。良い父親になるには二つの資質が必要だ。まず、資源を手に入れ、蓄積する能力。そして、それを妻子に与える気前の良さだ。そのことを確かめるには、高価な贈り物を要求すればいい。資源を得る能力があり、それを与える意志のある男だけが、進化生物学で求愛の貢ぎ物と呼ばれる高価なプレゼントをするはずだ。その場合、プレゼントはどんなものでもいいのだろうか。車でも一軒家でもいいのだろうか。いや、車や家ではダメだ。
車好きな男は車をプレゼントするかもしれないし、不動産に関心のある男は家を買ってやるかもしれない。いずれも彼女と彼女の子供にどんな場合でも資源を与える意思があるかどうかの明確な疑う余地のない指標にはならない。父親タイプと女たらしを見分けるための求愛の貢ぎ物は、高価でなおかつ実用的な価値のないものでなければならない。そう考えると、ダイヤモンドはうってつけの貢ぎ物だ。非常に高価だが実用的な価値はない。どんな男も女も生存のためにはダイヤを必要とはしない。女性にダイヤを買い与える男は彼女に投資することに関心があるのだ。もちろんダイヤモンドそのものは美しいが、高価で実用的価値がないからこそ女性たちはダイヤモンドを好むのだ。実用的な価値がないからこそ美しい。ゲーム理論を使った最近の分析で、このようなコストはかかるが価値のない贈り物が求愛をスムーズにすることが確認されている。しかもこの研究によれば、男性は実用的価値のない贈り物をすることで、いわゆる黄金泥棒、つまり贈り物と引き換えに求愛に応じる素振りをしながら、贈り物だけもらって去っていく女性を振り分けることもできるという。この手の女性は実用的な価値がある贈り物にしか関心がないからだ。ちなみに、人以外の動物でも間抜けなオスを騙すちゃっかり屋のメスはいる。パートナーを慎重に振り分ける必要があるのは女性だけではなさそうだ。女性の方が家庭を大事にするのはなぜだろうか。あなたの周りの男女に特に親しい人を5人挙げてもらうといい。女性は大概家族のメンバーを挙げ、男性は友人たちを挙げるだろう。人間関係に関する複数の調査で、女性は親しい人として友人よりも身内を多く挙げることが分かっている。なぜだろうか。有名な2人の社会学者がこの普遍的な現象に説明を試みている。彼らが例にとるのはジムとジェーンという架空のカップルだ。ジムは技術者、ジェーンは看護師。2人とも仕事に真剣に取り組んでいる。子供ができるまではそれぞれが似たような人間関係を持っている。しかし子供ができると事情は違ってくる。最初の子供が生まれた時にはジェーンの母親が2週間ほど泊まりに来た。その後、ジェーンは昼間働いている間、妹にベビーシッターをしてもらい、赤ちゃんと過ごす時間が夫より多いため、仕事や友達との付き合いは削っても、身内が人間関係の中心になってくる。一方、ジムの方は、仕事への取り組みも人間関係も変わらない。子供を持つ多くの若いカップルが、ジムとジェーンと似たような生活の変化を経験しているだろう。子供が生まれると、夫と妻、それぞれの人間関係が変わってくる。その意味で彼らの説明は正しい。しかし、そこから新たな疑問が生じる。赤ちゃんとの関係では、ジェーンの母親も、ジムの母親も変わらないはずだ。それとも違うのか。ベビーシッターを務めるのは、なぜジェーンの妹で、ジムの妹ではないのか。二人とも赤ちゃんとの関係は同じではないか。それとも違うのか。多くの場合、父親ではなく母親が主に赤ちゃんの世話をするが、なぜそうなるのか。今までの標準的な社会科学モデルは、こうした根本的な疑問に答えてはくれない。しかし、進化心理学を理解してきたあなたには、ジムではなくジェーンが主に赤ちゃんの世話をする理由はもうお分かりだろう。女性の方が子供に労力を費やす動機づけが強いにしても、一人の子供を育てるのは難しい。とりわけ資源が乏しくて命の危険がつきまとう祖先の環境では、他の人たちの助けが必要だったろう。母親が支援を必要としているときに、喜んで手を差し伸べてくれるのは、おそらく彼女の身内だ。母親の身内は、
子供と血縁関係にあることがはっきりしているので、子育てに協力するモチベーションが強く働くが、父親の身内は不正の確実性から子供が自分たちの遺伝子を継いでいるかどうか確信が持てない。だからジムの母親ではなく、ジェーンの母親が出産時に2週間手伝い来るのであり、ジムの妹ではなく、ジェーンの妹がベビーシッターを引き受けるのだ。このように現代の女性たちも助けが必要な時に身内が頼りになるから、身内と親しく付き合う。このことから2つの事柄が推測できる。まず女性の場合、子育てを助けてもらうために身内に頼るのだとすれば、物質的に豊かで身内の支援を必要としていない女性は、身内との関係を維持する必要がないだろうということ。もう一つ、夫がいる女性は、シングルマザーほどには身内の助けを必要としないということだ。不正の不確かは否めないとはいえ、夫も子供に一定の投資をするので、夫がいれば妻の子育て負担は一定程度は軽減される。裏を返せば、男性の場合、身内との関係は所得が多いかどうかや妻がいるかどうかには全く影響されないはずである。アメリカで集めた膨大なデータを分析した結果、これらの予測はいずれも当たっていた。女性の場合は、世帯の所得が多く、夫がいれば、身内との関係はそれほど親密でなくなるが、男性の場合、所得の多い少ないや、既婚かどうかなども身内との関係に影響しない。